みんな、ずんだもんなのだ。今日も元気いっぱいに世界のニュースをお届けするのだ。今日ずんだもんがみんなに紹介する国は、地中海に浮かぶ美しい島国、キプロスなのだ。ねえねえ、みんな知ってるのだ。キプロスの国旗には、島の地図が描かれているんだけど、その色が銅の色なの、知ってたのだ。実はこれ、英語で銅を意味する、コッパー、カッパーの語源が、キプロス島だってことに由来してるらしいのだ。歴史を感じる、なんだかロマンチックな豆知識なのだ。そんなキプロスから、今日はとっておきのニュースを全部で3つ、みんなにお届けするのだ。中でも特に注目なのが、2つ目のニュースなのだ。キプロス、荒れた水曜日に揺れと浸水、という記事なのだ。キプロスは、ワイルドな水曜日。リヒタースケール 5.3 の地震が2回も発生して、さらには豪雨による洪水に見舞われたのだ。震源はパフォス地区だったのだ。大きな構造的な損傷や怪我の報告はなかったけれど、一時的な通信障害や小さな土砂崩れはあったらしいのだ。特に、ニコシアでは豪雨で洪水が発生して、学校のバスが水没した道路で立ち往生しちゃう事態になっちゃったのだ。消防隊が排水などのために60件以上も出動するほど大変だったのだよ。この日は1日を通して30回以上の微弱な揺れが観測されたのだ。専門家さんは、アフリカプレートとアナトリアプレートの境界線が原因で、過去にはリヒタースケール8もの巨大地震がキプロス南部を破壊した歴史もあるって教えてくれたのだ。でも、より可能性が高いのは、1996年のパフォス地震のような M6.8 の地震が再発することらしいのだ。2022年の M6.6 の地震では、パニックになった鶏さんが1586羽も亡くなった痛ましい出来事もあったのだ。だから、今後48時間は特に注意が必要なんだって。ね、なかなか大変な状況だったのだ。このニュース、みんなにもっと詳しく知ってほしいのだ。動画が面白かったら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いするのだ。ずんだもん、とっても嬉しいのだ。さあ、ずんだもんと一緒に、キプロスの最新情報をじっくり見ていくのだ。最後まで見てほしいのだ。皆さん、こんにちは。今日は地中海の東部に位置する魅力的な島国キプロスをご紹介するのだ。ヨーロッパ、アジア、アフリカの文明が交錯する場所にあり、首都は唯一分断された都市でもあるニコシアなのだよ。この国は紀元前から多くの文明が攻防を繰り返し、その歴史は非常に複雑なのだ。現在は大統領制の共和制をとり、人口は約120万人と小さな国なのだ。豊かな歴史と文化を持っているのだ。主な産業は、輝く太陽と美しいビーチ、数々の世界遺産を生かした観光業なのだ。金融サービス業も発達しており、温暖な気候と美味しい地中海料理が人々を引きつけるのだ。文化的には、古代ギリシャやオスマン帝国の影響が色濃く残っているのだ。最近では、欧州連合の一員として経済成長を続けており、分断された南北キプロスの統一問題の行方も注目されているのだ。エキゾチックな魅力にあふれるキプロス、一度訪れてみてはいかがだろうか。一つ目のニュースなのだ。財務省、数十年ぶり学生給付金増額へ、という記事なのだ。キプロスで学生さんたちへの支援金が、なんと数十年間で初めて増額されるかもしれないのだ。財務省さんが2026年にも支援金の額を増やしてもらえる人の基準も見直すって言ってるのだ。これはアケル党の議員さんたちが提案して議会の教育委員会で話し合われたことなのだ。議員さんたちはね、この27年間ずっと支援金の額が変わってなくて、家賃とかがすごく上がってるのに、学生さんたちが大変な思いをしてるって訴えてたのだ。与党も野党も、この増額の動きはとっても良いことだって歓迎してるのだ。でも、ちゃんと約束通り実行されるか、しっかり見ていくって言ってるのだ。特に、大家族の学生さんへの配慮や、申請手続きを簡単にするのが大事だって話してるのだ。
これはキプロスの未来への投資でもあるし、みんなが平等に学べるようにするための大事な一歩になるのだ。2つ目のニュースなのだ。キプロス、荒れた水曜日に揺れと浸水という記事なのだ。キプロスはワイルドな水曜日、リヒタースケール 5.3 の地震が2回も発生し、豪雨による洪水に見舞われたのだ。パフォス地区が震源だったのだ。大きな構造的な損傷や怪我の報告はなかったけれど、一時的な通信障害や小さな土砂崩れはあったのだ。特にニコシアでは豪雨で洪水が発生し、学校のバスが水没した道路で立ち往生する事態になっちゃったのだ。消防隊が排水などのために60件以上も出動するほど大変だったのだ。この日は一日を通して30回以上の微弱な揺れが観測されたのだ。専門家さんは、アフリカプレートとアナトリアプレートの境界線が原因で、過去にはリヒタースケール8もの巨大地震がキプロス南部を破壊した歴史もあるって教えてくれたのだ。でも、より可能性が高いのは、1996年のパフォス地震のような M6.8 の地震が再発することなのだ。2022年の M6.6 の地震では、パニックになった鶏さんが1586羽も亡くなった痛ましい出来事もあったのだ。だから、今後48時間は特に注意が必要なのだ。3つ目のニュースなのだ。キプロス、ギリシャ、インターコネクタープロジェクトのパラメーター見直しへという記事なのだ。キプロスとギリシャはグレート C インターコネクター計画の条件を更新することで合意したのだ。これはキプロス、ギリシャ、イスラエルの電力網を結ぶ計画なのだ。ギリシャの首相は新規投資を呼び込み、プロジェクト強化と地域連携拡大を目指すのだ。キプロスの大統領も地域間のエネルギー協力を拡大すると表明したのだ。以前はキプロスが事前支払いを保留し、両国間で対立があったのだ。キプロスは進捗不足で支払いを拒否したのだ。でも最近は良いニュースもあったのだ。関係国のエネルギー大臣が会合し、地域のエネルギー供給多様化と連携強化を確認したのだ。これからも協力するのだ。今日はキプロスの深い歴史と多様な魅力を紹介したのだ。学生給付金増額や電力網の連携強化など、未来への明るいニュースもあったのだ。自然災害への注意は必要だけど、観光や文化も豊かで、このエキゾチックな島国は、これからも私たちを引きつけること間違いなしなのだ。今後のキプロスに注目なのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。